皆様こんにちは、まゆかです。普段はロリータモデルと美容の看護師さんをしています。今回はお洋服に合わせて梅雨の季節にもテンションが上がる華やかなツヤツヤ水色メイクをしてみました。それではレッツスタート。今回使用したカラーコンタクトはフランミーさんのメープルシフォンというカラーになります。こちらは普段使いにもすごいいいんですけども、小動物っぽくって周りが黒い縁で囲まれているのでくるんとしたお目目に仕上げてくれます。スキンケアはエチュードハウスのグローンオンハイドラベースというものを使っています。こちらはつぶつぶがすごい水色で見てるだけでも可愛いんですけども、顔を艶やかにキラキラっとしてくださるのですごい優秀なものになってます。次に下地がセザンヌの UV ウルトラフィットベース N くすみ肌向けになります。こちらは水色なものなので、今日のお洋服にも合うというのと、やっぱり透明感をすごい出したかったのでこちらまた使っていきました。今回は素顔のエアーフィット CC クリームスムース01番ピュアナチュラルを使用していきました。今回は結構ツヤっとしたこういうキラキラをつけたり、全体的にツヤっとしたものを際立たせるためにお肌のベースはマットな感じにしてみました。なんですけども前回と違ってしっかりカバーを優れているというものよりも自然にお肌を見せてくれる透明感を生かすような CC クリームを選んでみました。次にコンシーラーキャンメイクカラーミキシングコンシーラーカラーが C11 番を使っていきました。こちらは自分でお色を組み合わせていくものなんですけども、このピンク色がハイライトの効果が入っていて、この真ん中のベージュとこのピンクのハイライトの効果を混ぜて使うとここにすごいツヤが出て結構透明感のある肌に仕上げてくれるのでこちら今回使ってみました。真ん中のベージュとピンクを混ぜて目の下入れていきました。でも他にお花のところだとちょっと自分が気になるくすんでいるところはこのベージュと一番端っこのちょっと濃いめのベージュを混ぜて使いました。眉毛の上に私はいつもコンシーラーのせているんですけども、今回はこの真ん中のお色を眉毛の上に平行になるように塗っていきました。パウダーはタイムシークレットミネラルプレストパウダーライトオークルを使っていきました。こちら前回も使ったんですけどもやっぱり厚塗りにならなくて自然な感じでナチュラルなマット肌を作ってくれるのでこちら今回も使用しました。今回アイブロウはキャンメイクアイブロウペンシル04番ウォータープルーフタイプを使っていきました。このお色は私今髪色がちょっとアッシュ系なんですけども、やっぱアッシュの髪色に合わせて眉墨もこんなアッシュ系にしてみました。でお洋服にもやっぱりアッシュ系の眉毛のお色の方が合うので自分の髪の色がアッシュじゃなくても眉毛をちょっとアッシュにするだけでおしゃれになるのでぜひぜひ試してみてください。同じくアイブロウマスカラはキャンメイクのカラーチェンジアイブロウ05番を使っていきました。こちらもアッシュのお色になります。眉墨と合わせて統一感出してこちら使用していきました。今回アイシャドウは乙女なドールコスメアイシャドウパレットを使っていきました。このパレットは並木明夫さんのコスメブックに含まれている付録のコスメになっています。並木明夫さんはロリータ界ではもうトップのカリスマなメイクアーティストさん、その方のやっぱり最先端のドールコスメということでいち早くゲットしていろいろ試しに使ったりして、今回は水色のお洋服だったのでこの一番上の水色のお色を目の全体に塗っていきました。同じくアイシャドウなんですけどもティアラガールアイカラーパレット01番を使っていきました。こちらいただき物でいただいたんですけどもすごいお色がこんなにたくさんありまして発色がすごいいいのです。なのでお洋服に合わせて私は結構アイシャドウとかも楽しんだりしているのでこちら1個あるとすごいメイクが楽しくなると思います。
今回はこの水色のお色を目尻に本当に少しだけのせてみました。がっつりのせてしまうとちょっと水色だと強い印象になっちゃうので、控えめにのせた方がちょっとお上品に仕上がるかなと思います。同じくアイシャドウになるんですけども、こちらジル・スチュワートジェリーアイカラー N になります。お色は20番になります。こちらはすごい艶やかで、なんだろうな、ちょっと泣いちゃったような感じ、うるうるっとしたまぶたになって、やっぱり6月といったら梅雨の季節なので、そういった意味でちょっとこちらでツヤ感を目に出してみました。でこちらのせるだけですごいラメのお色がいろんなオーロラなので、ほんと光に当たるたびにすごい綺麗な色が出るので、すごいおすすめです。次にキャンメイクのクリーミータッチライナーでアイライナー引いていきました。こちらはすごいやっぱりとろけるようにスルッと描けるので、この粘膜を埋めるのにすごい優れているものになります。で今回アイシャドウが締めの色をちょっと使っていかなかったので、しっかりめに塗っていきました。ポイントとしては黒目の上にちょっと置く、ちょっと太さを出してあげると目がクリンと見えるので、ちょっと試してみてください。次に同じくアイライナーなんですけど、ケイトのスーパーシャープライナー EX BR2 番ビターブラウンを使っていきました。こちらは先ほどクリーミージェルのアイライナーを引いていたので、ちょっとデコボコしちゃったんですね。なのでそちらをちょっと綺麗に正すようなイメージで全体的にアイライン引いていきました。で最初ちょっと長くアイラインを引きすぎてしまって、全体のバランスを見たらちょっと控えめの方が可愛いかなと思ったので、ちょっと短くお上品な感じにしてみました。次にマスカラなんですけども、キャンメイククイックラッシュカーラーで、こちらはまつげカールのキープを助けるものになっています。一番最初何もしない状態で塗って乾かしてからビューラーでグインと上げて使っていきます。こちらを使うとちょっとまつげとまつげに束感が出るので、存在感がすごい増します。こちらのビューラーは資生堂のビューラーになります。こちらのビューラーをさっき乾かして後から根元からグッと上げて使っていきます。でちょっとずつ上げていくのが今回ちょっと塗ってしまったので難しいので、ほんと根元だけグッと上げる勢いでどっち左右ともやっていきます。で下まつげも根元からグッと下に下げていくような感じで、ちょっとまつげで目の幅を広げると目がすごく華やかになるので試してみてください。次がマスカラになります。不老不死のモテマスカラ、ナチュラル3ブラウンのお色になります。こちらはやっぱり今日マスカラまでブラックにしてしまうとちょっと顔がきつくなっちゃうかなって思ったので、マスカラは茶色にしてみました。こちらのマスカラは茶色色のなんですけども、結構本当に長さが出る優秀なブラウンのマスカラなので、普段ロリータじゃないカジュアルなお仕事に行く時にもすごいおすすめなので、1本あると本当にどんなメイクにも使える優秀なアイテムになってます。では最後にこちらアイライナーになります。エチュードハウスのティアアイライナーホワイト901番になります。こちらはどのメイクでもまゆかは必ず使っているんですけども、この目頭から黒目にかかるところまで細く引いて、今回はちょっと手でポン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 と伸ばして使っていきました。次がチークになります。乙女なドールコスメチークパレットを使っていきました。先ほどと同じように、並木明夫さんのドールコスメブックの付録になっております。今回はこちらの紫のお色を使っていきました。でチークの塗り方としては、一回取ってからちょっとここでお粉を調整して、いっぱいつきすぎちゃうと結構紫このチークパレットついちゃうので気をつけてください。ここでちょっと調節してからこうくの字になるように今回は入れてみました。ちょっと病的な感じのイメージにしたかったので、大きく入れるというよりかはちょっとこう
控えめに塗ってみました。次にハイライトになります。キャンメイクグローフルールハイライター01番を使っていきました。こちらは今回も同じなんですけども、やっぱり鼻の一番高いところ、ここをしっかり塗った後、目からこうぐるんと U の字にしっかり塗っていきます。おでこもちょっと隠れちゃうんですけども、今回もしっかり塗っていきまして、この顎のとこにものせて全体的な一体感を出していきました。ではシェーディングになります。今回セザンヌフェイスコントロールカラー4番のマットブラウンを使っていきました。塗り方のポイントとしては同じになるんですけども、ここのお骨に沿ってちょっと削るような感じで全体的に塗ってから、外から内でこうやってぼかしていきます。で顎の方もしっかり塗って、外から内でぼかしてお顔を全体的に小さく見せるようなイメージで塗っていくといいと思います。ではこちらラシャスリップ、お色が322の透明なお色になります。こちらは美容医療機関でしか手に入れることができない唇のアンチエイジングにもなるリップになります。で私は美容看護師をしているんですけども、やっぱり周りの看護師さん、美容がすごい大好きな患者様皆様こちらを持っています。塗った感じとしては本当にすごい唇がボリュームアップするような感じで、結構うるっとするのでアンチエイジングにもいいですし、今回のツヤ感を出すにもいいかなって思い、こちら使ってみました。最後こちらエチュードハウスのグロスになるんですけども、ちょっとこちら韓国の旅行の際に購入したものなので日本にないものになってしまってます。色が結構ピンクなんですけどオーロラな感じになるので、今回唇はあんまりお色を出したくないなって思ったのでなんですけども、全体的にちょっとキラキラっとしたいなって思った時にこのリップをすごい思い出して、これ使おうって思って今回これを使ってみました。本当に可愛いので日本にも早く入ってほしいんですけども、もしも韓国に旅行に行った際見つけた時はぜひぜひ試してみてみてください。最後の仕上げにキラキラを全体的にのせていきました。でこちら、楽天で購入したもので4つで1000円もいかない700円ぐらいの結構プチプラなものを購入してみました。やっぱり今回ちょっとアジサイっぽい、梅雨をイメージしたアジサイっぽい色もちょっと追加してみたいなって思って、紫のキラキラを目のここの下と眉毛とあとちょっと唇の中央にのせてみました。でこちらは私のやり方は本当に合ってるかわからないんですけどお手持ちのグロスで大丈夫です。グロスをキラキラをのせたいところに塗って手に取ってのせるだけで簡単につけることができるので、特になんか接着剤とかなんていうの器用なものはいらないので、ぜひぜひ試してみてください。あとこちらキラキラのシールなんですけども、今回は水色のお洋服なのでこのシールを使ってみました。ですけど結構キラキラをつけたので最後控えめにしたくて、この透明な白色のラインストーンを目尻につけました。本当は涙っぽく中央につけたかったんですけど、全体のバランスを見たらちょっとやっぱり目尻につけた方が可愛いなと思い、今回は目尻にしてみました。今回は地毛でヘアアレンジをしていきました。ハーフツインにしていきました。まゆかは結構ハーフツインが大好きで、というのもこのコームを使ったヘアアレンジがすごい好きなので、今回もハーフツインでちょっとうさくみゃちゃんをイメージしてみました。で髪の毛このくるくる巻いたので使っていたものはこのサロニアさんの 25mm のカールアイロンになります。こちらは持ち運びがしやすいミニサイズのものになっていて結構軽いので、あとこのお色が限定カラーで水色がすごい可愛くてお迎えしちゃいました。では巻き方のポイントとしては、まず髪の毛を2つに分けるんですけども、私は外からこう内巻きで上の方からこうやって少しずつ温めていって下に下げながら
私は巻いています。ちょっと電源が入ってないんですけども、で内巻きしたら、外巻き、内巻き、外巻き、内巻き、外巻きで最後まで巻いていきます。で私はここの顔周りの髪の毛も今回はくるくるとした方が可愛いなと思って、こちらは内巻きでいきました。こんな感じでぐーっとこらえて取るとこんなような横の髪の毛ができるので、ぜひぜひやってみてください。今日のお洋服はベイビーザスターズシャインブライトさんのお洋服になります。水色のお洋服なんですけども、たくさんリボンがついていて、まゆかは本当にリボンが大好きなので、このお洋服を見た時に絶対お迎えしようと思って決めて、一目惚れでお迎えしてしまったワンピースジャンパースカートになります。金色のものをたくさん使っていてキラキラしていたので、ブラウスはビートハウスさんのものを使ってみました。髪の毛のコームも水色にゴールドの入ったようなものになっていて、アリス&ザ・パイレーツさんのコームを使ってみました。キラキラツヤツヤ水色メイク完成しました。今回のメイクは梅雨だけじゃなくて、これからの夏にぴったりなメイクになっているかなと思います。というのもこのキラキラっていうのは夏のフェスとか、アイドルさんのライブとかこれからたくさんあるかなって思うんですけども、やっぱ眉毛にキラキラをのせるってなかなかしないかなと思うんですけど、結構ナチュラルに仕上がるので、だけどこう動いた時になんか可愛いなっていう印象になるので、本当にロリータさんだけでなく普段使いのお出かけメイクにもぜひぜひ取り入れていただけたらなと思ってます。ここで皆さんにお知らせがあります。下の概要欄に私の SNS が貼ってあります。ここではご紹介していないメイク方法だったり、お洋服だったり、いろんなところにお出かけしたお写真だったり、たくさん載っているので、ぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。かわいいパティーンでは様々なかわいいメイク動画やいろいろなかわいい情報がたくさん載っているので、よかったら皆さんチェックしてみてください。それではまゆかでした。バイバーイ。